この ER34 のスカイライン、平成12年式11月登録、グレードがですね 25GT ターボ、ワークのエモーション、純正オプションのサンルーフ。だからマニュアルのセダンってまずそもそもそんなにない。実はこの個体結構珍しいんじゃないかな。はい、よし君こんにちは。こんにちは。11月22日、時間は2時24分、気温は19度。暑くね今日。ちょっと暑いです。ねえ、はい、昨日とかすげえ寒かったんでさ、思ったより暑いです。暑くなりましたね。はい、やっていきましょう。はい、何度も繰り返しになりますけど、今日は4本ないし5本取ろうと思ったけど、はい、ちょっと体力的に厳しいので4本にしよう。4本もう疲れちゃった。はい、1本目の動画はチェイサー。はい、前の動画になりますね。はい、2本目が、インテグラタイプ R、はい、前の動画になりますね。はい、で、3本目があちらの S15 シルビア、はい、この動画の1個前の動画になります。はい、で、4本目、今日ラストのお仕事、はこの ER34 のスカイラインの、紹介になります。でですね、ざっくり車の内容ですね、はい、をお伝えすると、年式が平成12年式11月登録、はい、西暦でいうと2000年式の、スカイラインセダンですね。セダンなんで4枚ドアですね、はい、はい、になってます。で、グレードがですね 25GT ターボ、はい、25GT ターボっていうことはエンジンはターボ付きですか？ターボ付きだよね。はい、はい、それは分かるよね。っていう感じで、25GT ターボ、純正の RB25 のターボエンジンが、搭載されているお車になります。はい、で、走行距離が13万3900キロ、まあ、13万4000キロか、はい、という形になっていて、車検はなし。これも修復歴なし。あ、そっか、今日4台取ったやつは全部修復歴なしですね。全部、はい、の、お車になっております。で、シフトは純正の5速マニュアルという形です。色はシルバー。何シルバーだっけ？ KV にはスパークリングかアスリートか？ちょっと待ってね。KV にアスリートシルバーだ。アスリートシルバー。はい。名前がかっこいい。暑いな、マジで日焼けする。そうですね、もうすでに日焼けしてるけどやっていきましょう。はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。改めまして2000年式のこのスカイライン GT ターボ、純正高速マニュアル13万3900キロ紹介させてもらうんですけれども、スカイラインは前の動画、前々の動画、いつも言ってる通り、この年代のスポーツカーは全部値段が上がってますよね。はい、でもその上がり方の曲線は車によってそれぞれという形になってます。はい、ちょっと前に極端に上がった車もあれば、今落ち着いてる車もあれば、はい、100系なんかは相場下がったっていう人もいるんですよ。僕の中ではね、あんま下がってるイメージないんですけど、はい、っていういろんなその曲線がある中で、はい、ここ最近で多分34スカイラインは一番上がった車だと思ってる。上がったんですね。うん、ぶっ飛んで上がったね、ここ1年ぐらいでっていうイメージです。はい、で34スカイラインの言うてもクーペの方がなんかすごい値段上がってるなっていうイメージがあって、はい、結構もう普通に高い車はオークション会場でも400万500万が結構当たり前の相場になってきちゃってるんですよ。すごい。でちょっと前だと僕自身もいやそれはさすがに高い手出ないっていう風にちょっとその相場と自分のマインドの乖離があったんですけれども、はい、最近はそんぐらいあってもいいのかな、そんぐらいあるのかな、もしかしたらもうあと 2,3 ヶ月したらもうちょっと慣れちゃって多分500万ぐらいで俺買ってくると思う。 ER34 のスカイライン、クーペの方ね、はい、っていうような、そんな相場になっていて、はい、それこそ、GTR 仕様でバチッといじった ER34 スカイラインクーペとかがあれば、はい、変な話オークション会場で600万700万800万とか平気で入っちゃったりするんで、結構相場がここ最近でぐっと上がったイメージがあります。はい、でいつも言うように、やっぱりクーペが上がればセダンも上がる、はい、同じエンジンですし、はい、っていうのがありますので、やっぱり34セダンも、クーペほどではないですけれどもやっぱ値段は上がってるという形になっていて、かつグレードは人気の乗せ替えなしでね、人気の純正の 25GT ターボ、はい、ミッションに関しても乗せ替えなしの純正の5速マニュアルっていうところなので、はい、これは結構人気がある、一番人気がある装備になりますから、はい、ちょっとお値段は高めになるかなとは思うんですけれども、はい、プライスもう貼ってあります。335万円、はい、車両本体価格、はい、
となっておりますので、まあまだギリギリかなっていう感じかな。はい。うん、一応そんなイメージです。はい。はい、OK ですね。はい。で、まあこれが車両の概要で、じゃあ次社外品の説明なんですけれども、はい。あとオプションとかね。はい。これ意外とそんなにいじってなくて、はい。多分ね本当にあんまり何もついてないね。まずはアルミホイール、ワークのエモーション、スポーツカー乗りに大人気18インチアルミホイール、まあ、これがついているのと、あとは、ブリッツの車庫帳がついているのと、はい。外装でいうとあとサンルーフ、まあ、外装というのがあれですけど純正オプションのサンルーフがついてる、以上です。以上。これオプションだったのかな当時かな。マフラーノーマルです。はい、以上です。そのぐらいってことですね。こんぐらい、はい、だこれをベースに、まあ、どういじるかはいつも言ってるようにね、あなた次第みたいなところはありますけれども、はい、逆に言うとこの状態で残っている車って結構珍しいと思うので、それはそうですね。うん、はい、おすすめです。はい、なんでたどたどしいんだろうね。おすすめです。でこれは後期型になりますね。はい、前期後期そんなに違いはこの車確かないんだけど、バンパー形状とかが違ったりとか、細かいところでいうとパワーウィンドウ、ドアミラーの格納スイッチのボタンの仕組みがちょっと変わってたりとか、はい、細かいところはちょっとあるんですけど、基本的なところはほとんど何も変わらずなので、はい、っていう感じでございます。はい、まあ、みんな大体これをそのね GTR 仕様とかのエアロに変えたりとかっていうのが結構多いかな、最近のカスタムだと。で、外装の傷いってみましょう。傷に関してもあまりね目立つ傷なくて、多分一番大きいのでバンパーの下の傷のこっち側だったかな、これかな、これね、ここがこの下わかる？うん、ちょっとこすってる。そう、まあ全然気にならないレベルのところと、あと右フェンダーめくれあったっけな、あれ、まあ大丈夫か、まあ大丈夫か、はい、特にそれぐらいかな。あとリアバンパーだ、ごめんなさい、リアバンパー、リアクォーター、ここら辺にちょっとした傷、へこみ、ここにちょっとした傷、はい、あとこっち側もちょっとした傷、タッチペアとっていう感じですかね。はい、やっぱり綺麗です。綺麗ですね。うん。最近結構何度も言うように商品のね、自社の商品をさ、あんまりよく言い過ぎちゃうのもあれだけど、はい、多分この手扱ってる中だと結構綺麗な車屋さんの方じゃないかなと思います。はい、はい、なんでもう本当に特にこのままちっちゃい小傷だけ気にしなければ、はい、もうこのまま乗ってもらっても全然恥ずかしくない程度なんじゃないかなと思います。はいはい、じゃあ次は、内装いってみましょう。はい、じゃあエンジンちょっと触れちゃいますね。よいしょ。この年式だからあれだね、クラッチ踏まないとやっぱエンジンかかんないんだね。まあ、マフラーノーマルなんで音めちゃめちゃ静かですっていう感じでございます。であとは、GT ターボって普段ここに3連メーターが純正でつくんですけど、はい、これ多分純正の、ナビゲーションがついてる車だったと思うんですよ、おそらく。はい、でそれを車外に変えちゃってるんで、まあ、これはもうはめ殺しみたいな状態になっちゃうんですね。はい、埋まってる感じ、はい、で車外のナビがこれという感じになってます。一応テレビも映るのかな。内装でついてる社外品はこれとミラー一体型レーダー探知機、ETC、あとはニスモのソリッドシフトかだね、ちょっとほんのちょっとだけクイックになってるぐらいのソリッドシフト、はい、あとはシフトノブが変わってるぐらいで、まあ、基本的にはノーマルという感じでございます。で機関的にも、まあ、パワーウィンドウ普通に問題なく動くし、ミラーも特段問題なく、ドアロック、エアコンち
ゃんとコンプレッサー回って効きますし、回しても問題なし、はい、純正キーレスもちゃんと使えますという感じですね。でこの車スペアキーもちゃんとあるんで、はい、っていう感じでございます。あとは特に何もないか、こんなところですかね。はい、で、ハンドルはちょっとスレあるかな。13万キロだからね、気になる人はハンドル変えちゃっていいんじゃないかなと思いますね。はい、あとサンルーフですね。サンルーフが動きはむしろ速いスムーズだね、はい、めちゃ速いっていう感じです。速いです。速いよね。そんな感じでしたっけはい、っていう感じでございます。シートの状態見ようか。シートは普通です。程度いい方だと思います。ですね。切れとかすれとかもなくていいんじゃないかな。はい、後ろの席もはい、綺麗です。大丈夫ですね。はい。はい。あとそうだね。フェンダーカットもしてないんで、爪折りもやってないですから、フェンダーちゃんと残ってますんで。はい。という感じでした。はい、じゃあ次はボンネット中行ってみましょう。はい、これね、GTR と違ってね、ボンネットめちゃ重いのよこれ。重そう。重そうですね。重いんですよ。はい。だからさ、チェイサーとかはさ、ダンパーがついてるじゃん。はい、でボンネットさっき言ったように GTR とかはもともとが軽いんで全然軽いんですけど、はい、ER34 スカイラーはこれめちゃめちゃ重いんですよね。で、これエンジンルームの中です。何もいじってないです。エアクリーナーちょっと入ってるぐらいか。はい、ぐらい。以上です。で、なんかちょっと毎度になっちゃってちょっとマンネリ化してるけど、でもやっぱり気になるじゃん。大事ですか。大事だから、もう何度マンネリ化しようともこれは伝えていかないといけないことですから。はい。綺麗です。以上です。トラップが綺麗。はい。そんなに雨の日乗ってなかったと思うんだよな。だから多分ね、下から吸ってないから錆が浮き上がったこと。このシールドカーだって全然綺麗だもんね。割れとかないもんね。そうですね。という形でございます。でエンジンも特段気になるイオンブレとかもなく、はい、ちょっと軽く吹かしますけど、はい、普通でしょ。問題はなさそうですね。はい、結構程度いいと思うんだよな。こんな感じでございました。よいしょ。はい、じゃあ次はトランク下回り行ってみましょう。はい、はい、エンブレムは外れてるんだね。ないですね。はい、ない。そうですね。よいしょ。これは車庫帳の説明書とレンチかな。はい、ブリッツのダンパー ZZR でいいのかがついてるのか。はい、はい、よいしょ。よいしょ。こんな感じです。綺麗だね。綺麗ですね。いつも綺麗だねって驚いたように言ってるじゃん。はい、仕入れてる時はもちろん見てるんだよ。でもさすがに一台一台のトランクルームまで覚えてないんですよ。改めてもう一回見てるっていう感じなので、綺麗でいいと思います。はい、となると下回りも当然綺麗だと思うんですよね。いや、普通か。普通だね。はい、でも全然いいと思います。はい、っていう感じですね。はい、で、おそらくこの車のエアクリ入って、はい、車高を下げてアルミ変えてるんで、はい、マフラーは多分車外入ってたと思うんですよね。ノーマルに戻したんだと思うんだよね。そうですよね。ここまでやってっていうほど別にはやってないけれども、はい、どっちかというと順序的にはやっぱりここまでやったらマフラー変えたいじゃん。変えますよね。もしくはマフラーを変えようと思う前に売ってしまったのか、ちょっとよく分かんないんですけれども、そんな感じでございましたと。はい、
で車検に関しては今これ車検切れてるんだけど、はい、車検に関して取るのはねこれ結構ギリギリかちょっと多分アウトだと思ってて、まあ、横から見てもらったらホイール出てるじゃないですか。ホイール、はい、出てます。微妙に出てるでしょ。ちょっと出てますね、はい、なんで多分オーバーフェンダーの耳つけてあげるか、もしくはホイールを履き替えて、はい、で、車検を取っていただく形になると思っていて、はい、でうちなんかだとそういうのは全部用意できるんで、お客さんに渡す時に車検取った状態で渡すことは全然可能ですけれども、はい、一応そこがちょっと注意しといた方がいいかなと思う点ですね。はい、はい、っていう感じでございました。じゃあ、よし君、はい、一応こんな感じでまとめると、ER34 のスカイラインセダン、はい、で、平成12年式11月登録、西暦でいうと2000年式になりますね。はい、グレードが 25GT ターボの、純正5速マニュアル車で、走行距離が13万3900キロのアスリートシルバーの車検なしの値段が335万円のお車を紹介させてもらいましたという感じでございます。よし、なんか質問があればって言ってもうないでしょ。どんだけ絞り出そうと思っても今日は思いつかない。今日もうネタ切れでしょ。そうで結構なんて言ったらいいんだろうな、34セダンはだから前回黒のさ NA のやつがあったじゃん。ありました。覚えてる？はい、そうあれぶりだし、はい、ターボモデルでいうとそれこそ多分1年ぶりぐらいに入ってきたんじゃないかな。結構来ました、ね、そう結構珍しい形で、やっぱそれぐらいターボ車あんまりなくて、はい、でスカイライン自体はタスクさんで回っててもやっぱターボ付きの純正マニュアルってどっちかというとクーペなんですよ、やっぱほとんどが。だからマニュアルのセダンってまずそもそもそんなにないと。であと最近の若者はサンルーフが皆さんお好きらしくて、はい、そうなんですよ。サンルーフ付き結構ね、チェイサーとかマーク2とかもそうなんだけどさ、はい、サンルーフ付きみんないいらしい。俺別にあんまり興味ないというかあれなんだけどさ、結構重要なポイント。そう重要なポイント、はい、まあヨッシーもそう好きなんだよね。あった方がね、はい、そうっていうのがあって、まあさっき言ったようにただですら少ないセダンの、純正マニュアルのターボ、はい、でさらにオプションでサンルーフ付きっていうと実はこの個体結構珍しいんじゃないかなって俺的には思ってる。なるほど、はい、いう感じでございます。でチェイサーとかマーク2とかのツアラー V と比べるとどっちかというとやっぱり数は少ない方になると思うんで、はい、まあなんて言ったってこれだけチェイサーマーク2仕入れられてるのにさっき言ったようにスカイラインは1年に1台ぐらいしか仕入れられてないってことですから、はい、やっぱそれだけ珍しいと思うんですよね。はい、なんでぜひ欲しい人がいらっしゃったらちょっと早めにお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思いますし、まあ、なかなか次同じのを仕入れようと思ってもちょっと僕的にはあんまり自信がないっていう感じなので、はい、これは結構大事に取っておきたいっていうか、まあ、売らなきゃいけないんですけど大事に扱っていきたい1台かなっていう中の1台でございました。はい、はい、なんで欲しい人いたら連絡もらえればと思います。はい、まあ、まだ年式がねいつも何度も言うようにこの車は2000年式の11月登録ですから25年経つまであと2年2000年の11月でしょ。さあ2年ぐらいだよね。丸2年か、はい、そう丸2年まだ残ってますから、はい、まだ言い方変ですけど国内需要の車だと思ってますので、はい、若い子欲しい方いらっしゃったらぜひ問い合わせしてもらえればと思います。はい、じゃあこんなところで、まとめると今日は4台取りましたね。朝から始まってもう3時まで4時間ぐらいやってるんですか。でまあそれ以外にもねまたたくさんいろんな車入ってたりとかもありますし、はい、ああいう S660 あれナンバー映しちゃダメだからね、まだ前だからね。珍しいの可愛いんだこれ。可愛いでしょ。ちょっと変わってるし。そう、はい、だからさ次回は S2000、はい、これタイプ S 入ったのね。これと、はい、もう一台 AP1 の S2000 あって、はい、S202 台持ってるんですよ。はい、だそれと S660 はい、ちょっと紹介してもいいんじゃないかなと思っております。気になるあれこれ余談ですけど俺これ乗ってさ、はい、事故りそうまでは言ってないけど、はい、ハンドルにここにスイッチが出てここぶつかって回らなくておっとみたいなっていうのがあったりとかする車でもあります。まあそれは次回お楽しみという感じです。じゃあ本日ここまでで、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。